この動画は真っ黒になったエンジンをきれいに再生しようとする男の挑戦記録である。新車からずっとシェル V パワーを入れてエンジン内部をきれいに維持してきたこの車、アポロのハイオークに置き換わってからたった5000キロ走っただけなのに真っ黒になるという事実を突きつけられた。にわかには信じがたく、もっと鮮明な内視鏡を買って再度確認してみたのだったが、結果は変わらず、もっと鮮明な真っ黒を見るに終わったのだった。原因を究明するべく出光のサイトを調べてみたのだが、なんとハイオークの商品説明はなく、十分な清浄剤が入っていないのではという疑惑に直面したのだった。そこで燃料添加剤を投入してエンジンがきれいになるか試してみることとした。果たして悟空はギトギトのデポジを倒すことはできるのだろうか。悟空質は激安の燃料添加剤は真っ黒のエンジンに入れてもきれいになるのか検証していきます。 FCR062 は AZ 社が販売しているガソリンやディーゼルに混ぜて使う燃料添加剤で、独自処方の PEA を主成分とし、エンジン内部の洗浄や防錆、燃費の改善などに効果があるのだ。つまり燃料が通るところがきれいになるということ。だからポート噴射と直噴エンジンでは作用する場所が異なってくる。ポート噴射は吸気バルブにも燃料がかかるが、直噴は基本的にシリンダー内部だけなのだ。 Y のエンジンは直噴です。そう、エンジン全部がきれいになるわけではないので、妙な期待はするなということなのだ。じゃあエンジンが汚れてるとなぜダメなのか、そこまでしてきれいにする必要があるのか。エンジンは一般的に吸気、圧縮、点火、排気のサイクルとなっている。点火のタイミングは最も効率的となるタイミングを狙いたいものなのだ。しかしピストン表面にカーボンが堆積していると火種となって早期着火してしまう。そうすると点火タイミングは狙ったものとは異なり、ノッキングや燃焼効率悪化の原因となるのだ。つまりナッパでいうところ、正常な着火はこれで、早期着火はこうなる。この違いですね。はつまりきれいになるとエンジンが静かになったり燃費が良くなるという効果が期待できるのだ。当然新車以上にはならんけど。というわけで自動車は40から60リットルに約150ミリリットルと書いてあるから、 Y の F30 のタンク容量は60リットルなので満タンにして150ミリリットルを入れてみたのだ。ちなみに価格はこんな感じ。類似商品のワコーズ冬 L1 と比べてみたらこうなる。ワコーズ冬 L1 は1回2160円。対する FCR062 は67回で1980円。ヒューエル1の1回分より安いやん。1回あたりの換算価格で言うと7分の1。コスパ高すぎやけどおかしなことやっとる。安い、ありがとう社長。そしたらガソリンがなくなるまでひたすら走るのだ。走ってる感じは普段とあまり変わりはない。 PEA は一応は不純物なので、エンジンは少しノッキングが大きくなったかなという程度。街乗りや高速を走行してガソリンが空になるまで走ったのだ。いつもの1番シリンダーで確認するのだ。まずはプラグに異常がないか確認する。ちなみにこれが FCR062 を点火する前のプラグなのだ。そしてこれが点火後のプラグ。若干すすっぽいけどオイリーだったりはしないのだ。このすすはデポジが燃えたからということなのかな。点火前はこれ、
点火後はこれ。とりあえず異常な消耗とかはなかった。それではシリンダーの中を見てみましょう。何これ。銀色が見えてるのだ。かなり強力に分解されてるんじゃないかな。安いのにこれだけ綺麗になるのであればコスパは高そうですね。前は全て真っ黒だったのを考えるとかなり良くなっていると言えるのだ。ただ気になるところはいくつかある。一つ目は真ん中と外側はまだ黒いままになっているということ。二つ目は銀色の箇所もまだムラがあるということ。 N20 エンジンのピストン形状はこうなっている。綺麗になったのはこの箇所だけ。なぜ全部綺麗にならないのか。いくつか仮説を考えてみた。一つ目は1回の投入では足りなかったとか。公式の説明にも最初は 2,3 回の連続使用が推奨されているのだ。もしこれなら単純に回数を重ねれば検証はできるはず。2つ目は燃料が直接噴射されたところしか効果がないとか。円形に綺麗になっている箇所はインジェクターから噴射されたガソリンが直接かかったところじゃないかと。シリンダー内で燃焼しているとはいえ直接かからないと効果がないかもしれない。もしそうだとすると直噴エンジンは同じようなピストン形状をしているので燃料添加剤ではこれが限界という結論になるかもしれない。3つ目はガソリンに問題があるとか。洗浄されても新たな汚れが上塗りされてこうなってる可能性もあり得るかと。というのもガソリンは出光の廃屋のまま FCR062 を入れてテストしています。つまり真っ黒になったブランドの廃屋を使い続けているのが原因かもしれない。もしこれだとすると出光からエネオスなどに変えてみたら検証できそうである。4つ目はオイルなど車側に問題があるとか。これも先ほどと同様洗浄されても新たな汚れが上塗りされてる可能性がある。だとするとカーボンの原因の一つであるエンジンオイルを交換してみてもいいかも。ちなみにシリンダーヘッド側の状態はこんな感じである。あんまり変わっとらん。少しべちゃべちゃしだした感じかな。綺麗になりだした感じはしなくはないのだ。やはり1回じゃ足りないのか直接ガソリンがかからないからか。まだ何とも判断はできないですね。ということで検証を継続します。次回2回目の点火をしてみる。それでも変化がなければエンジンオイルを交換して変わるか見てみるのだ。どうすればこのエンジンをきれいにできるのかまだまだ検証していきますのでチャンネル登録してお待ちいただければと思います。絶対見てくれよな。